ベビーメタルのいいねを聞いていただきました。 FM802 から浅井宏明がお送りしていますレッドリックス。さあこの時間お迎えしているのはこの方々です。はい、スーメタルです。ユーメタルです。モアメタルです。私たちベビーメタルです。イエーイ、お久しぶりです。よろしくお願いします。このスタジオに以前来たことがあること覚えてますか？覚えてます。懐かしい。2年8ヶ月ぐらい前。そんな前。そうなんですよ。久しぶりに来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい。ツアーの真っ最中でお越しいただきましたけれどもね、どうですか今回のツアー、国内のツアー久しぶりだと思いますけど。そうですね。いや国内ツアー初めてなんですよ。初めてか。まあ大阪でのライブは過去にもあったんですけど。そう、大阪でのライブは以前2回やったことがあるんですけど、ジャパンツアーっていうのはやったことがないので、どんな風になるのかなって思ってるんですけど、なんか大阪の方たちって今回ライブやってみて新しい方が多いなっていう印象が強くて、だからこれからベビーメタル旋風を巻き起こせたらいいなってまあもうとっくに起きてますけれども、まあでもZEP で 2days 行われたライブは、じゃあもう初めてベビーメタル見たんだなっていう人が結構多かった印象だったんですか？そうですね。なのでお客さんも結構1番は盛り上がり方がよく分かんなくて、でも2番3番はどんどん盛り上がる方も増えてくださったりとか。そうですか。まあその2年8ヶ月前にこの番組に初めて出ていただいた時からは、ガラッと環境変わったというか、まあ明らかにベビーメタルを知ってる人の数が増えたじゃないですか。でお客さんの数も信じられないぐらいビッグに会場がね、どんどん大きくなっていたわけですけれども、本人たちとしてはなんか戸惑いとかありませんでしたか？でも全然周りの環境はそんなに変わらなくて。あ、そうなんですか？はい、全然。まあ友達とかも相変わらずすごく応援してくださるし、でもやっぱり海外に行くたびにやっぱりなんかその新たなファンの人がどんどん増えてくださったりとか、あとは結構大きなフェスにも出演させていただく機会も増えて、その度にベビーメタルのなんかそういう音楽がどんどん広まってるんだなっていうのを実感して嬉しいですね。海外のメタル界の有名な大御所の方々がもうすでにベビーメタルを知っていて、一緒に写真撮ろうよとか言ってくれる状況じゃないですか。そういうのは結構やっぱ嬉しいですか？嬉しいですね。今まで会った中で特に嬉しかった人っていうと誰ですか？メタリカさんにサマソニ大阪の時に初めてお会いしたんですけど、その後に海外のフェスでお会いして覚えてくださってたのが、そりゃ覚えてるでしょう。まさかでした。へえ。でなんかお話もするんですか？そうですね。なんか元気だねみたいな。あとはマリリン・マンソンさんのライブを見させていただいたことがあるんですけど、フェスの時にそのマリリン・マンソンさんのライブ前は絶対楽屋に入れてくださらないのにベビーメタルは入れてくださって、特別扱いだ。特別に入れてくださったと聞いてなんかすごい嬉しくなりました。いや嬉しいでしょう。その楽屋はどんな様子だったんですか？なんかもう真っ黒でかっこよかったですね。かっこよかったですね。何が黒いんですか？いや鏡から鏡いやまあ壁とか真っ暗。特別仕様ってこと？そうですね。へえ。怖くなかったですか？ちょっと怖かった。へえ。一番緊張したライブって今まででどこですか？どこなんだろう。そんな緊張しないんですか皆さん？いや緊張しますよ。ステージに上がる前は本当に。お客さんの数が多ければその分緊張も大きいもんですか？でもなんかライブとかよりもこういうラジオだったりとかテレビの取材とかの方が緊張してます。今すごい緊張してます。なんでなんですか？こういう機会あまりないので。逆にね。すごく嬉しいんですけどね。やっぱ大きいステージでライブをすること自体はもう慣れちゃったというか。いやどうだろうな。まあ今まで本当にいろんなフェスでライブやっていろんな国に行ってますから、そのステージの状況とかお客さんの様子も全然違うと思うんですけど、なんか今までこうやっちゃった失敗とか今だから話せるトラブルとかね。そうですね。トラブルはいろいろあるね。いろいろあって、特に私よく当たるタイプなんですよ。そういうトラブルに。例えば狐のお面が飛んできたりとかあるんですけど、一番多いのは靴が脱げること。なるほど。あと靴の底が外れるとか。ちょっとあんまり激しい踊りすぎるので、あんまり靴が耐えきれなくて壊れてしまうっていう。それ踊ってる最中にそうなって
そうですね、See you って言いながら靴を取って履けたりとかも。へえ。その後じゃあずっと裸足で裸足でしたね。踊ってた。足がちっちゃかったので、あんまり合う靴がなかったんですよ。はいはいはい。それも原因の一つで。へえ。他の2人はありますか？なんかすごいびっくりした出来事というか、ライブ中にね。ライブ中の記憶があんまりないんですよ。あ、そうなんですか。スメダルさん、なんか歌詞が飛んだとか経験ないんですか？間違えちゃったりとか、お客さん煽ることに集中しちゃって、お客さん煽ってそれに応えてくれた時にびっくりしちゃって。なんで？自分が煽っといてこんなに来んのかっつって。そう、それに驚いちゃって自分の次の振り忘れちゃったりとかっていうことはありましたね。まあでもゼップで拝見しましたけど、ありがとうございます。もう寸分の狂いもないもうコンピューターのようには正確な踊りでしかもあれだけ激しい動きをして全然こう肩で息しないじゃないですか。いやいや、内心結構ってなってるんですか？なってますなってます。特に体力的にヘビーというかこの曲はきついっていうのあります？新曲になるたびにどんどんハードになっていくんですよ。そうなんですか。まあ最初にメギツネが出た時に、もうイントロの踊りからして、かなり疲れそうだな。かなり疲れますね。でも意外とベビーメタルですが疲れるんですよ。そうなんですか？そうなんです。1曲目じゃないですか大体。そうなんです。意外ずっとジャンプしてる曲なので。ジャンプだからね。ライブの準備体操としての曲なので、各曲の一番盛り上がる部分を振り付けに入れてるんですよ。だからそれで3人とも1曲目からゼーゼーハーハーしちゃって。ゼーゼーハーハーしちゃって。なるほどね。まあ有名な海外のメタルフェスにもたくさんご出演されているわけですけれども、海外に行ってなんかびっくりしたこととかはありますか？そうですね。びっくりしたことは食べ物が大きいこと。なるほど、サイズが。そうなんです。量が大きいんですけど食べちゃうんですよね。食べちゃうんですか？食べちゃうんです。美味しいんです。全然食べなさそうに見えますけど。いや食べますよ。ライブで体力使う分それを言い訳にして食べちゃうんです。いわゆるケータリングというか、要はライブが始まる前に楽屋で用意されている料理ですよね。一番食べるのは誰なんですか？3人の中で。モアメタルです。そうなんだ。食べちゃいますね。すごい食べてますね。へえ、その分消耗するわけですから。そういうことです。美味しいのは何でした？美味しいのなんだろう。覚えてるメニュー。お肉とかは美味しかったかな。えげつない分厚さじゃないですか。そうですね。ステーキとかもね。へえ、なるほど。いろんなアーティストと共演してきたと思いますけれども、この先こんな人たちと共演してみたいとかありますか？この先メタルの今までたくさんのメタルアーティストの有名な方と会って写真を撮ってたんですけど、今までアイアンメイデンさんだけ写真を撮れてないんですよ。そうなんです。アイアンメイデンだけっていうのもすごいですけどね。それ以外大体有名なところはっていうことですもんね。そうですね。アイアンメイデンとどっかで会ってみたい。いやでも本当そう遠くない未来ありそうですよね。そうかな。そうやって大御所の方と会ったらどんな風にこう自己紹介とか挨拶はされるんですか？ハローハローっつって、大体みんなこうふにゃっと笑うでしょ。そう。あと意外と知ってくれてることにびっくりしますね。最近はベビーメタルって言ってくださって、逆に私たちから声をかけるんじゃなくて相手から声をかけてくださることも増えてきて、とても嬉しいです。会ってみて意外とすごいオーラだなとかちょっと怖いなとかそういう印象があった人いました？怖いっていうと語弊がありますけど。そうですね。逆ですね。なんかメタルのアーティストなので、この人は怖いのかなって思ってたら全然フレンドリーな方で逆に話しかけてくれたりする方が多いです。ベビーメタルだからだと思いますよ。僕らが近づいてってもすごい怖い人たちだと思いますけどね。なるほど。で新曲のリリースをファンの皆さんは楽しみにしていると思うんですけれども、その辺はどうなんでしょう？Only the fox got the nose。狐様のみがご存知であると。まだちょっとお告げが来てないので。お告げが来ないと。私もわからないんですよ。でも新曲やりたいでしょ。やりたいですね。でもハードになっていくのが怖いんですけど。どんどんハードになっていくので大丈夫かなって。体力作りしないと。そうですね。いっぱいステーキ食って。はい。ぜひ新曲のリリースもね、いつか
期待したいと思います。はい。現在このツアーが行われておりまして、この後10月2日にZEP福岡で、そして10月7日にはZEP名古屋、8日と 2days ですね。で、10月の15、16とZEPダイバーシティ東京で行われます。じゃあ九州とか名古屋のライブっていうのは、九州はベビーメタルとしては初めてですね。へえ、皆さん行かれたことない？個人的にはあったりもするんですね。あったりもしつつ、ベビーメタルで初上陸。初上陸。ちょっと嬉しいですね。嬉しいですね。まあライブの前後に何食うかっていう。そうですね。楽しみだ。博多ラーメンとか。食べたい。ね。でその後11月22日には幕張メッセで行われるオズフェストに出演することが決定しております。で12月に12、13ですか。横浜アリーナでも。ライブが行われますけど、ジャパンツアーの締めくくりがこれになるんだ。はい。なるほど。2daysありますからね、皆さんこちらも。締めくくりです。ご期待ください。はい。で、来年の4月2日ですか？はい。ロンドン、ウェンブリーアリーナという、ウェンブリーアリーナ知ってます？ライブを見させてもらったことが、見たの？あります。誰のライブ見たんですか？5 Seconds of Summer。ああ、そうなんだ。自分たちがいずれここでやるからっていうことで。いや、その時決まってなくて、で、大きな会場だったので、まあこんなところでできればいいなーなんて、夢のように語ってたら、実現してしまうんだなと。これワンマンでしょ？はい、ワンマン。フェスとかじゃなくて。はい。どれぐらいのお客さん入るんですか？日本でいうとどれぐらいの大きさなんですか？ウェンブリーアリーナ。いや、もう本当広かったですね。そうですね。横ありとかぐらいなのかな。横浜アリーナぐらいあるんですか？1万人入りますね。いやいや、それこそだから横浜アリーナぐらい。はい。いやいや、どうですか？ロンドンですよ。いや、正直まだ実感が全然湧いてないんですけど、8月にレディングリーズフェスティバルに出演させていただいた時に、最初結構アウェーな状況だったんですけど。最初アウェーだったんですか？はい。でもお客さんがどんどん盛り上がってくださる姿を見て、もしかしたらちょっといけるんじゃないかなって自信がつきましたね。4月2日、まあ日本からも駆けつけるファンの方がいるかもしれませんけどね。やっぱ海外のライブって日本と全然違います？そうですね。盛り上がり方とかも全然違います。どんな風に？結構日本だと、日本語がまず通じるので、モアメタル、ユーメタルの合いの手を一緒に歌ったりとか踊ったりしてくださるファンの方が多いんですけど、逆に海外はスーメタルの歌を一緒に日本語を勉強して歌ってくださる方とかも多くて、あと国によってなんかバンドの音が好きな方とか、あとはそういういいねとかウキウキギミチョコとか可愛い曲が好きな方とか。盛り上がり方も全然違って面白いですね。ギミチョコで軽くコール&レスポンス的になるじゃないですか。はい。あれも海外の皆さんもチェケラチョコレートを歌うわけですか？はい。歌ってくれます。すごいね。いやいや、海外で一遍見てみたいなと思いますけどね。はい。ぜひぜひ。ねえ。お願いします。というわけで来年の春ロンドンでもワンマンが決定しておりますが、はい。この後なんかこういう風になっていきたいとか。目標とか夢みたいなのあります？そうですね。もっといろんな地域だったりいろんな国に行きたいなっていうふうに思ってるんですけど、私たちの最終的な目標として私たちはアイドルでもメタルでもあり、アイドルでもメタルでもない新しいジャンル、ベビーメタルっていう新しいジャンルを作りたいなと思ってて、これからも自分たちの信じる道を進んでいくのみかなって思ってます。わかりました。まあ本当に過去にいなかったタイプのアーティストなので、まさにその辺を今突っ走ってると思いますけどね。いやライブ見に行ってももうちっちゃい女の子がツインテールしてちょっと黒い服着たらみんなもうベビーメタルに見えるわけですよ。そういうコスプレみたいな子が昨日もたくさんいてね。ありましたよね。ライブで。これからもうベビーメタルフォロワーがたくさん出てくるんじゃないかとね、期待したいと思いますので、この後も頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ではですね、お別れにもう一曲お送りしたいと思います。じゃあ曲紹介をいただきましょう。お願いします。それでは聴いてください。ベビーメタルでロードオブレジスタンス。浅井宏明のレッドニックスでこの時間はベビーメタルの皆さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。